当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は、皆様は、アフリカ大陸南東の国モザンビークから西インド洋の沖に浮かぶ島国マダガスカルの間に存在する巨大な海峡モザンビーク海峡をご存知であろうか。ここは先史時代ゴンドワナ超大陸の分裂に伴いアフリカ大陸からマダガスカルの前身である島が分離し、その後8800万年前頃にインド亜大陸とも分離して形成された海峡であるのだが、実はこのモザンビーク海峡にはマダガスカルの古代先住民たちの神話の時代から水の王を意味するドンポンドラノと呼ばれる巨大な怪物が潜んでいるのだと語り継がれている。しかしそれはただの神話や伝説の怪物などではなく、近代においてもたびたび目撃がされ先住民たちの畏怖の対象であるのだという。今回はこのモザンビーク海峡の怪物ドンポンドラノについてご紹介する。このチャンネルオカルト見聞録ではメジャーなユーマはもちろんのこと、日本ではあまり知られていない世界中のユーマの情報、また目撃者様から直接入手した世に出ていない情報などを取り扱っておりますので、ご興味がございましたらぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。アフリカ南東部モザンビーク海峡。この場所はアフリカ大陸南東部に位置するモザンビーク共和国と、そこから東の沖へおよそ400キロ離れた西インド洋にあるマダガスカル共和国との間にある全長およそ1600キロ、幅およそ400キロから800キロにも及ぶ巨大な海峡で、昔からヨーロッパとアジアを結ぶ航路として重要視されている。北部にコモロ諸島、南部にはバサスダインディア島やユローパ島などが存在している。そしてこの海峡には古代からドンポンドラノと呼ばれる謎の怪物が巣くっているのだと伝説として語り継がれているのだという。ドンポンドラノの身体的特徴については、その目撃情報から全長およそ15メートルから25メートル、蛇のような頭部を持ち、またワニのようなノコ状の硬い鱗に覆われた太い胴体には、クジラやウミガメにも似た前ひれと、エビのような形状の尾びれを備えている。マダガスカルの先住民、バジンバ族の伝説によると、それは、規格外の巨大なウミヘビだとされ、その語源は、水の王、または水の支配者を意味する。そして、住処とされるモザンビーク海峡周辺の漁師たちからは、非常に恐れられる存在で、その姿を見るだけで呪われ、災いを招くのだという。そのため、ドンポンドラノの呪いを回避するため、古い民間信仰の魔除けとして、漁船の船首には、銀の腕輪と斧を掲げている。次に、ドンポンドラノの目撃情報についてご紹介する。近代における記録に残る最古の目撃は、1926年1月20日の夜間、モザンビーク海峡に面したマダガスカルの港町トゥレアルから南におよそ50キロ離れた海上の漁船にいたジョルジュ・プティ博士と地元の漁師数名は、現在いる海域にサイクロンが来るとの知らせを受け、安全面からトゥレアルに戻ることとなった。すでに天候は悪くなり、海はかなり荒れていた。そして日が変わり21日へと経過した頃、彼らが乗る船からおよそ 1.6 キロ離れた海上にかすかに青白い光が見えたのだという。それは数秒ごとに断続的にわずかに明るくなる光で、船の信号灯よりもはるかに弱いものだった。やがて船がその光へと近づくと、それは巨大な謎の生物が発光していたのだという。その生物は全長およそ20メートルから25メートル。暗色の白、赤、緑の縦縞模様の体色をしており、ワニのようなノコ状の太い胴体を海面へと露出していた。また、蛇のような頭部を持ち、その眼球には上下に動くフード状の構造をしたまぶたが備わっており、さらに胴体後方にはエビのような尾が波間から覗いていたのだという。これに驚いた博士は、この生物へと目が釘付けとなる中、同行していた地元の漁師たちは恐れをなし、それに目を背け、漁船を
近くの岩陰へと退避。そして、その生物が立ち去るまで、そこで待機していたのだという。やがて夜が明け、生物の気配がなくなり、トゥレアルへと無事に帰り着いた博士が、昨晩見た謎の生物について漁師たちに尋ねてみたところ、彼ら曰く、その生物はドンポンドラノと呼ばれる、地元に古くから伝わる伝説の大海蛇で、見るだけで呪われ、とても危険な存在とのこと。逃げられたのは、大変運が良かったのだと語った。1974年5月4日、インド洋マダガスカル北方の海域で、当時、日本の海運会社ジャパンライン所有のオイルタンカーオーシャンラ4号の3等航海士である菅構造氏と他2名の乗組員が海上を泳ぐ、それまで見たこともない謎の水生生物を目撃。その生物はオーシャンラ4号からおよそ30メートル離れた海面を船と同じ進行方向で並走するように泳いでいた。菅氏ら乗組員たちは当初、その生物をウミガメかクジラだと思ったのだが、突然、大蛇のような長い首をおよそ3メートルほど海面へと持ち上げたため、シーサーペントの類だと直感したのだという。そして、生物の首の後ろには、幅およそ5メートル、長さおよそ10メートルの太い胴体が波間から覗いていたとのこと。やがて、オーシャンラ4号は謎の生物を追い抜き、その姿は逆光の中へと入り込み、姿を消した。目撃はおよそ1分間の出来事であり、ドロップはこの時遭遇した生物もドンポンドラノだと推測している。この話は未確認生物研究家南山博先生の著書、謎の巨大獣王へにて紹介されている。ドンポンドラノのその正体については、古代の水生爬虫類、首長竜がその候補として挙げられる。首長竜は当チャンネルでも幾度となく未確認生物のその正体候補として挙げられているのであるが、ここでおさらいをしておく。首長竜とは中世第三上紀後期に現れ、ジュラ紀、白亜紀を通じて栄えた水生爬虫類の一群の総称で、その名の通り、首が長く、頭が小さいプレシオサウルス類と、首が短く、頭が大きいプリオサウルス類の2つのグループが存在していた。非常に長い年月、古代の海に繁栄し続けたのだが、陸上の恐竜や他の大型水生爬虫類同様、白亜紀末期の大量絶滅を乗り切れず、姿を消したのだと言われている。無論、アフリカでも化石は発見されており、アフリカ大陸やマダガスカル島の周辺海域や、インド洋などでもかつては繁栄していたのだと思われる。ドンポンドラノの目撃フォルムから、確かに、首長竜的な姿を想像するのだが、エビのような尾びれというのがあまり聞き慣れない。しかし、ジュラ紀中期に生息していた首長竜の一種、クリプトクリデスには尾びれがあったとされることから、謎の生物が首長竜の類だとして、エビのような尾びれを持っていても、なんだ不思議ではないのかと思う。しかし、それ以上に気になるのが、1926年の夜、ジョルジュ・プティ博士と地元漁師数名が、トゥレアルから南の海上で目撃したという謎の生物は、ほのかに青白く発光していたということではないだろうか。もちろん、首長竜が発光するなどと聞いたことはないのだが、これについては夜光虫が関係しているのではないかと、ドロップは推測している。夜光虫とは、海洋性プランクトンの一種で、大量発生すると、夜に青白く光り輝いて見えることから、この名が付けられたのだが、昼間には赤潮として海面を漂っている。また、物理的な刺激を受けると光る特性があるため、波打ち際で特に明るく光る様子を見ることができる。さらに、海面に石を投げたり、ボートで引き波を立てたり、イルカなどが泳ぐといった刺激でも容易に発光する。このことから、夜光虫が発生していた海域で、謎の生物が頻繁に動いていたため、それに反応して発光していたのではないかと説明がつく。そして、この1926年のジョルジュ・プティ博士の目撃について、未確認生物研究家ベルナール・ユーベルマンスは、ドロップと同じく、夜光虫などの海洋性プランクトンによる発光か、もしくは、発光するイカや魚に襲われている大きな生物ではないのかと推測しているのだが、
具体的な生物の正体には言及してはいない。いかがだったでしょうか。モザンビーク海峡の怪物、ドンポンドラノ。この未確認生物の生息海域と言われるモザンビーク海峡からほど近いマダガスカル島は戦死時代から他の大陸と生物種の往来が少ない環境だったため、現在でも生息生物種の 90% 以上が固有種という世界でも類を見ない得意な島だと言われているのですが、実はその得意さは近隣海域にも及んでいるのかもしれません。そんな海域に潜む怪物、ドンポンドラノ。それは太古から生き続ける首長竜の末裔なのか、もしくは全く別の新種の生物なのか、マダガスカルという特異性から考えると、周辺海域にもこのような驚くべき生物がいても、なんだ不思議ではないのかもしれませんね。皆様はいかが思われますか？今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当に楽しいもんですね。またお会いしましょう。